ようございます。ミントです。りなです。7月20日月曜日の海外テックニュースです。今朝は4本お伝えします。トップは中国の2大 AI モデルが今週それぞれ全く違う段階にいるという話です。今日のラインナップです。中国発の巨大 AI モデルの話から飲料大手を襲ったサイバー攻撃、身近なモニターの話、そして AI の文章を見抜けるかというテストまでお届けします。それでは1本目からです。アリババのクウェーンチームが7月19日公式 X で 2.4 兆パラメータの新モデルクウェーン 3.8 を発表しました。アリババは画像や動画、文書まで扱えるマルチモーダルモデルとしてはアリババ初の1兆パラメータ超えだとしていて、性能についてアンソロピックのクロード、フェーブル5に次ぐとアリババの発表で説明しています。ただしこの時点でアーティフィシャルアナリシスのような第三者機関による独立したベンチマークは確認されていません。今のところクウェーン 3.8 は有料プランを通じたホスト型のプレビューという形でのみ試せる状態で、モデルの重みそのものはまだ公開されておらず、ハギングフェイスにもクウェーン 3.8 のモデルページは今のところ見当たりません。アリババは重み公開を追って行うとしていますが、具体的な時期は示されていません。一方でディープシークの新しいモデルはもう重みまで公開されている状態なんですか？そこが対照的なところです。ディープシークの V4 シリーズはディープシーク公式の API ドキュメントによりますと、実は今年の4月24日の時点ですでにプレビューとして公開オープンソース化したと発表されていて、プロ 1.6 兆パラメータ、稼働時490億とフラッシュ2840億パラメータ、稼働時130億の2種類が MIT ライセンスでハギングフェイス上に置かれています。ハギングフェイス上の公開データでは7月20日時点でプロフラッシュの直近1ヶ月のダウンロード数を合わせて440万回を超えています。つまりディープシーク V4 は今週の新しいニュースというよりすでに3ヶ月ほど公開され、今も使われ続けているモデルです。じゃあディープシークについて今週何がニュースなんですか？ディープシーク公式の API ドキュメントが明記しているのは、これまで移行期間として旧モデル名ディープシークチャット、ディープシークリーズナーを残していて、その旧名が7月24日に完全に廃止されるという点です。実際はすでに公開済みの V4 への切り替えを完了させる、いわば移行期限のニュースです。なお SNS 上にはディープシーク V4 がクロードのオーパス 4.8 級の性能を非常に安い価格で出しているといった投稿もありますが、これはディープシークや第三者機関による裏付けのない未検証の情報として扱う必要があります。結局クウェーン 3.8 のテーブル5に次ぐっていう話は信じていいんですか？現時点ではアリババの発表にとどまっていて、独立した検証はまだありません。分かっていないのはクウェーン 3.8 の重み公開が実際いつになるのか、独立したベンチマークが出た時にテーブル5に次ぐという主張が裏付けられるのかどうかという2点です。同じ中国の新しい AI モデルというくくりでも、一方はまだ重みが公開されていない段階、もう一方はすでに重みまで公開され数ヶ月使われてきたモデルが移行期限を迎えている段階と、実は違うフェーズの話だということは覚えておく価値があります。続いては飲料大手を襲ったサイバー攻撃の話です。ザ・コカ・コーラカンパニーが7月16日公式発表で、傘下の乳製品会社フェアライフの一部システムに第三者による不正アクセスがあり、ランサムウェアの事案として扱っていると明らかにしました。公式発表によりますと、生産関連のシステムも対象に含まれていました。この事案を受けてフェアライフの米国内の生産活動は一時的に停止されました。カナダの生産には今のところ影響はないとしています。会社側は製品の品質と安全性には影響が出ていないとした上で、外部の専門家と共に調査を進めていて、法執行機関にも通報したと説明しています。飲み物を作る会社がそこまで大きな影響を受けるものなんですか？今回どのシステムが生産停止に直結したかは公表されていませんが、一般論として今の工場は製造計画や在庫、品質確認など複数の IT システムで動いています。そのため一部が使えなくなると、品質や安全性への影響が確認されていなくても、実際に物を作る工程そのものを止める判断につながることがあります。ザ・コカ・コーラカンパニーは被害の全体像や範囲は現時点でまだ分かっていないとしていて、公式発表の時点では不正アクセスの主体や侵入経路、従業員や顧客のデータが持ち出されたかどうかについても明らかにされていません。調査は今も続いています。続いては身近なモニターをめぐる話です。検証系メディアの
ゲイマーズネクサスが実機で検証した内容として、複数の海外メディアが7月中旬に報じたところによりますと、価格およそ$1200の検証対象となった特定の LG 製ゲーミングモニター1台を Windows パソコンに接続すると、 Windows アップデート経由でというアプリがユーザーへの確認なしに自動でインストールされるということです。ゲイマーズネクサスによりますと、マイクロソフトストアのこのアプリの説明欄には、全てのシステムリソースへのアクセスやインターネット接続の権限を持つと記載されていて、実際の検証では32回連続で起動したうち31回、マカフィーの30日間無料体験の広告ポップアップが表示されたということです。モニターをただ繋いだだけでそんなアプリが勝手に入ってくるものなんですか？はい、Windows アップデートが周辺機器のドライバやサポートアプリを自動配布する仕組みを通じてインストールされるという順番だとゲイマーズネクサスは説明しています。ユーザー側が何かを別途インストールしたわけではありません。この件について LG とマイクロソフトのいずれからも公式なコメントは今のところ確認できていません。なお、報じたメディアの一つビデオカーズコムは、自社で新しく購入したアリエンウェア製モニターでも同様の自動インストールが起きたと伝えています。一方でサムスン製モニターについてはユーザーからの報告が寄せられているという段階で、こちらは未確認の情報として扱う必要があります。実際にこのアプリがデータを外部に送っているかどうかはあくまで権限として持っている段階の話で、検証で確認された事実ではありません。最後は AI の文章を見抜けるかというテストの話です。科学メディアのポピュラーサイエンスが7月19日に伝えたところによりますと、記者自身がパングラム、グラマリー、GPT-0、スクリバー、コピーリークスという5つの AI 文章検出ツールそれぞれに自分が書いた文章2つとチャット GPT、ジェミニ、クロードのいずれかに書かせた文章2つ合わせて4つを判定させたということです。 AI の文章がどのツールの組み合わせかはツールごとに異なります。ポピュラーサイエンスによりますと、パングラムと GPT-0 は4つとも正しく判定し、グラマリーも4つとも正しく判定したものの、 AI が書いた文章の一部については 68% や 66% といった断定しきらない数値での判定だったということです。一方でスクリバーは4つ中2つしか正しく判定できず、 AI が書いた文章を完全に人間が書いたものと誤って判定したとポピュラーサイエンスは伝えています。コピーリークスも4つ中3つの正解にとどまり、クロードが書いた文章を人間の文章と判定していました。道具によってそんなに差があるんですか？学校の先生がこれで判定するのは危ないってことですか？今回は記者1人によるサンプル4つのテストで、大規模な学術調査ではないので、この数字そのものを書くツールの実力として一般化はできません。今回人間が書いた文章を AI と誤判定した例はありませんでした。差が出たのは AI の文章を人間の文章と見逃す方向で、ポピュラーサイエンスも AI 検出は万能ではなかったと結論付けていて、一つのツールだけに頼らない方がいいと勧めています。もっと多くのジャンルや言語で試した場合にどうなるかは今回の記事からは分かりません。今日お伝えするニュースは以上の4本です。今日は同じ中国の新しい AI モデルというくくりでも段階が全く違う2つの話、飲料大手を襲ったサイバー攻撃、身近なモニターの話、そして AI の文章を見抜けるかというテストまでをお伝えしました。どのニュースも発表されたことと実際に確認された事実を分けてみるのが大事というのが今日の共通点だったかもしれません。気になるニュースがあれば高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。以上、海外テックニュースをお伝えしました。みなとミントでした。